はい、伊丹ローズガーデンの広沢です。今回は剪定バサミ、これですね。これの研ぎ方です。前回剪定バサミをバラの手入れ用にチューンナップという動画でご紹介しました。おかつねの剪定バサミ 180mm ですね。受け刃を新品の状態より薄くして短く、切っ先が合うぐらい短くしてね、使いやすくしてあります。この刃のね、遊びをヤニ対策で遊びをちょっと多くして調整して軽く動くように調整してあります。まだこれは研いでないヤニが結構たくさんついてますけれども、1年以上研いでないので、綺麗にするのにちょっと時間かかるかもわからないですけれども、先っちょがほんの少し欠けてますけれども、できるだけ調整して綺麗に研いでみたいと思います。はい、それでは、使用する砥石ですが、4種類、これがおかつねの剪定バサミ用の砥石ですね。荒砥です。非常に柔らかいんでどんどん削れて、使ってるうちに自然にこう斜めに削れていきますね。で次が合成砥石のレガ、中砥で800番ですね。仕上げにはこの間切った人造青砥ですね。それから今日は特別に、合わせ砥、亀岡の丸尾山の白すいたっていうやつを切ったものなんですけれども、これ合わせ砥って言いまして、天然砥石で一番細かいやつですね。これを使ってピカピカに最後仕上げてみたいなと思います。それでは早速研ぎにかかります。まずね、水で洗って汚れを引き落とします。それではね、今日は受け刃から先に研いでいきます。受け刃はこういう感じでね、こう刃の角度がこう立ってて、間はここの受け刃でここで受けて、でこの切り刃がこう動いて引き切りするようになってるんですね。ここを鋭くするわけじゃなくて、この汚れを落とすだけです。ですんで、もうこの人造青と柔らかいやつでこすってこのヤニがついてるのを取るだけっていう感じですね。この面研ぐときはもうハサミをこうやってこう持って、でしっかり持ってね、で、こういう風に当てて、この受け刃の角度に砥石を当てて、でこう研ぐだけです。人造青砥はすごくよくヤニが取れますね。もうあっという間に簡単にヤニが取れるのでいいですね。こうやってハサミを閉じた状態で研ぐと、この切り刃の方を傷める心配が全然ないので、気を使わずに研ぐことが可能ですね。で外側もちょっときれいにしておきます。ここをやるときは刃をちょっと開いた状態で研がないと研げませんのでね、切り刃を傷めてしまうことになるので、これやるときだけはちょっとこう刃をこんな感じで少し開けた状態でやりますね。ハサミ持つ左手はこの小指を一番しっかりとギュッとこう小指で持って、であとは徐々にこう力はね、先端の方、親指とか人差し指はちょっと軽く持つ感じで持ちます。受け刃外側きれいになりましたね。それで今度受け刃の中側なんですけれども、切り刃の方もそうなんですけれども、ここ平面じゃなくて、この中が真ん中あたりがへこんでるんですね。で、ここを研ぎすぎて平面にしちゃわないように、ヤニをこう取るだけっていう感じで削らないように相当磨きます。この人造青砥は3000番ぐらいなんで、ほとんど刃を削ることはない柔らかい砥石ですから、
こういうお掃除をするのにも適してますね。すぐにヤニが取れてきれいになっていいですね。浮けばきれいになったら、次は切り刃の方に移りますね。で、切り刃も裏面を裏面ですね、このジンドアオートでもう先ヤニ掃除しておきますね。こんな風にしっかり持って、ここも同じなんですけれども、研がないように掃除するだけっていう感じですね。真ん中がへこんでてヤニだまりになってるんで、真ん中あたりにすごいヤニが溜まってますね。溜まってこびりついてますね。砥石持つ時みんなそうなんですけども、こっちもそうですけど、小指に一番力を入れてギュッと持って、親指と人差し指の方は割と自由に動かせるような形で使うとうまいこと動かせますね。はい、もうこんなもんで大方きれいになったらいいでしょう。で、はい、次、切り刃、この面を研ぎますね。で、ここはもうしっかり研がないといけないので、粗戸から研いでいきます。ハサミ持つとき、こういう風な感じで、こう持ったらいいですね。しっかりと動かないようにね。この面研ぐときなんですけれども、新品の時はおかつねの場合、ほとんどここが平面切り刃、平面なんですけれども、研ぐたびにちょっとずつはまぐり刃になっていくように、この刃先の方ですね、この刃先の方と、それからしのぎの方、ここに力、こことここですね。で、真ん中はあんまり削らないように気持ち研いでいくと少しはまぐり刃になりますので、あんまり無理してはまぐり刃、もうはまぐりっていう感じでね、研ぐと結局刃先の方をかなり削ることになるので、そうするとこの刃が短くなってしまって切れなくなっちゃうっていうことになりますから、ここに届かなくなるとか角度が変わってしまうということがありますので、ほんのわずかですけれどもちょっとはまぐりにするという感じですね。これによって切った時にね、枝離れがいいというか、まっすぐよりもスッと切れるんですよね。枝離れが良くなって、でしかも刃も長持ちして刃掛けしにくくなるという状態になりますね。はまぐり研ぎです。ではやっていきますね。大体、前面が研げます。こんな感じですね。まだね、帰りは出てないんですよね。まだ帰りは出てない状態です。切り刃の前面研げたんで、刃先の方を研いで刃をつけます。で、刃先研ぐときはもうちょっとこう砥石を立てて、そうとこういう感じで少し研いで、で最後こういうふうにシュッシュッという感じで、それで一番立てた状態でこうつけます。おおむねね、この切っ先の方が、一番先っちょの方がよく減ってるんで、念入りに、先っちょの方はちょっと念入りに研ぐんですけれども、あんまりやりすぎてね、必要以上に、帰り出てるのに必要以上にやると刃が早く減っちゃうんで、ちょっと確認しながらね、研ぎすぎるようにします。
もうちょいわずかなんですけど、ほぼこれで帰りが出るまで取れたかなっていう感じですね。この剪定バサミって包丁と違って全部鋼なんですね。全鋼です。なので包丁みたいに割り込み合わせてないんで、硬い分研ぐのに時間かかるんですけど、このおかつめの砥石はかなり研げますね。よく研げます。帰りが出た状態ですね。はい、じゃあ表面が研げたら今度裏面ですね。裏面はね、もうここは先ほど掃除したんですけれども、ここは研ぎません。この刃先だけ糸刃をつけます。おかすねさんの説明書では、15度から16度の角度で、0.21 ミリがこの糸刃つけるの最適と書かれてるんですけれども、実際0.21 ミリって測れないんで、大体これぐらいというふうに考えていただいたらいいかなと思います。こんな感じでシュッと何回かこうやってシュッとハサミをしっかり固定してね、グラグラしないようにしてシュッと何回か研いで、うっすらとこう糸のように刃がついたらそれで OK ですね。それぐらいの角度ですね。でこの状態にすると、また向こう側に表刃の方にこっち側に返りが出てますから、これをもう一回返り取るんでスッスッと取っておきます。はい、これで糸刃付け完了ですね。見てみましょうかね。糸刃をつけた状態ですね。実際これが 0.21 ミリなのかは分かりませんが、こんな感じで薄く、これ裏なんでね、裏の方に薄くこうやって刃がついた状態になりました。この糸刃が鋭角やったり、この幅が狭かったりすると刃こぼれしやすくなるんですね。で逆に角度が鈍角だったり、これ幅がちょっと広すぎたりすると木くず挟み込んで開きにくくなるんですね。わずかに返りが出るんで、表面の返りを取って、で荒砥の時はこれで終わりですね。刃がきれいについて気持ちよく使える状態になりました。よく切れるようになる時はこのアルトだけで十分いいんですけれども、今回は中と仕上げもやって、よりスパーッと切れるように仕上げたいと思います。では中とやっていきます。合成砥石ですね。合成砥石の中とで、800番ぐらいです。そんなに削れないですね。荒砥で研いだ時の細かい傷を取る感じですね。これも研ぎ方は一緒で、力の入れ具合はハマグリでやったらいいですね。でだんだん砥石が細かくなるに従って砥石の動かし方もちょっと細かく
小さく動かすような感じでやるといいですね。中戸で研ぎ終わりました。はい、次、人造アウトでやります。人造アウトは、保留がすごい出て、ヌルヌルして、これ気持ちいいですね。はい、人造アウトで研ぎました。だいぶ光沢が出てきましたね。じゃあ最後、合わせ度で仕上げ研ぎします。はい、研げました。はい、合わせ戸亀岡の丸尾山の、白すいたで研ぎました。こんな感じで顔が映るまでピカピカになりましたね。綺麗に糸場も出てます。はい、研ぎが完了したら、完全に水気を取ってね、で、油を機械油、スプレー式の機械油でいいです。で、ちょっと振っておきます。で、このバネの部分もね、錆びて動かなくなるとここが折れちゃうんで、折れやすいんで、
きれいに掃除して、でここにも油をさしておきます。で油をさし終わったら何遍かよく動かして、で油はね完全にもう拭き取ってしまいます。ティッシュでねきれいに拭き取ってください。この完全に油拭き取っても表面には、刃の表面には薄い油膜が残りますんで、錆びることはありません。むしろね、この取っ手の部分に持つところに油がいっぱいついてると滑りやすいんでね、よく研いだハサミですから、ストーンと落とすと足怪我したりしますからね、気をつけてくださいね。全部きれいに取っておきましょう。はい、おかつねの剪定バサミの研ぎ完了です。